オズってわからないぐらいの控えめな T シャツが良かったりとか、リアルなダメージとか、あとは日焼けで色が褪せてきたりとか、そういったものが美しく感じるんですよ、僕は。よろしくお願いします。代表の増山と申します。よろしくお願いします。一応場所が富ヶ谷になりまして、お店がベルーフ富ヶ谷店になりますね。ベルーフってドイツ語で天職って意味なんですよ。なんでこの店古着をやるときに天職が自分の天職なんだろうと考えたときに、あ、古着屋だなと思って、それで名前をじゃあベルーフにしようってことにしたんで、なんか古着が好きだっていうのはもちろんで、それで古着の年代とかそういうものよりも古着のスタイルがすごく好きで、例えば分かりやすくてイギリスの60年代モッズカルチャーとか、アメリカ50年代はロカビリーとか、ジャマイカのスカファッションとかいろいろあるんですけども、そういうスタイルが好きで、アメリカに行くたんびにいろんなそういうカルチャーとかスタイルを見て、古着ももちろんだけど、その古着をこうやって着こなすんだっていうスタイルを若い子にちょっと広めたくて、それが天職だなと思ったんですよね。はい、映画とか結構僕教えるようにしていて、自分が見てきた昔見た映画とか、例えばアメリカ行ってきてこんなディーラーからこんな洋服を買ったんだよとか、こんなところに泊まったんだよとか、そういうのいろいろちょっと洋服だけじゃなくて教えるようにしているので、そうした時に初めてお客さんが「ありがとうございました」じゃなくて「楽しかったです」って言ってくれるんですよ。その楽しかったですが一番いい言葉なんで。ちょっと入り口、これわざとヨーロッパのアンティークのドアをわざとこういう引き戸にしたんですよ。ちょっと和っぽく見せたくて、それで入ってきた時に、まずここですよね。これはうちの昔からの20年ぐらい前から売りであるオープンカラーの、60とか50のレイヨンシャツが売りなんですけど、あえてこういうレイヨンシャツに中はこういうアートの昆虫の T シャツを重ねてっていう、なんか今までにあんまりなかったようなコーディネートでここはまず見せてますね。ラックはその入り口はちょっと割と値段的にもちょっと手軽なもので、こういうちょっと面白い T シャツ、展望台とか足跡、動物の足跡の T シャツとか、ちょっと割とこう面白いものが多いですかね。でその後にこうミリタリーがあったり、この辺なんかもこういう50年代のレイヨンシャツがあったり、こういうベースボールシャツがあったり、ミクスチャーですかね、この辺の置き方は。で真ん中がちょっと明るい感じでユニセックスな感じの提案も多いんで、スウェットなんかも男の子でも女の子でも着れますし、こういう猫とか、富ヶ谷は本当に犬とか猫飼ってる人本当多いんで、本当にこの辺が人気があるんですよ。土地柄ですね。大型犬飼ってる人もいっぱいいますしね。あとはこの辺もユニセックスですね。ざっと女の子が着てもいいようなサイズ感が多くて、ただワンピースとかスカートとかはあんまり置かなくて、そうだな、こういう味のある古いつなぎでも結局女の子もやっぱり着るので、女の子も着てもいいようなサイズだったり、こういう昔のあれですよね、マルジェラがよく昔サンプリングしてたこういう30年代とかのシャツなんで、この辺も男の子でも女の子でも着れますし、そうですね、ユニセックスで着れるっていう、そういったものがワークもスウェットもなんか全部ミックスで、こういったものが大体この辺は並んでますかね。あとは上もうちの売りであるんですけど、60年代50年代70年代ぐらいのハットが多いですよね。それで僕もこの店は大体全部こうハットはかぶってるんですよね。一応これが僕の好きなトレードマークなんで、ハットがあって、この辺の奥の方も昔からの売りであるループタイ、本来はシャツにつけるもんですけど、ボロボロのバンティーとか、今だったらアート T シャツとか、そういう T シャツでラフにつけてほしいっていうので、こっちの奥の方はちょっとメンズの割とヴィンテージっぽいのが多いですね。レイヨンの60年代のシャツとか、ワークパンツだったり、ギャバのこういう男らしいロカビリーっぽいスラックスだったり、こういうのも大好きなんで、こういうのを
もし探してる人がいたらぜひ。この店はスウェットとか T シャツ割とメインにしてカジュアルにしてるんで、特にバンティーとかじゃないのが僕結構今好きで、例えばこれですよね。オズの魔法使いの T シャツだったりするんですけど、あんまりそのオズの魔法使いのキャラクターとか載ってるような感じじゃなくて、ドロシーに対しての手紙ですかね。割とオズってわからないぐらいの控えめな T シャツが良かったりとか、あとはラルフ・ステッドマンっていうジョニー・デップと一緒に映画を撮ったことも有名になったのかな。イギリスの作家さんのジョニー・デップが大ファンの作家さんの T シャツですかね。これなんかもやっぱりズバリじゃなくて、なんか分かる人が分かるみたいな、はい、もうそこで共感して酒飲んじゃうんじゃないですかなんかね、それも年齢とかやっていくたんびにいつも違うこと考えてるんです。魅力ってその年とともにやっぱ違ってくるじゃないですか。でも今現在の魅力を考えた時にやっぱり新品には出せない経年劣化っていうか年代で色が褪せてきた美しさとかリアルなダメージとかあとは日焼けで色が褪せてきたりとか、そういったものが美しく感じるんですよ僕は。経年劣化で長年時間が経たないとできないやっぱり色の褪せ方、例えばちょっと分かりにくいかもしれない、こういうグリーンがここまで色が褪せてところどころに日焼けによる色の変化とか、こういうのがすごく美しく感じたり、あとは僕が好きなのはその当時の人が着ていたこういう直し方のセンスとか。日本人って綺麗に直しちゃうんで、そこが逆によく回りダメなところでもあるので、外人のこの適当な直しがすごく良かったりとか、あとはチャンピオンのリバースイーブでも日本で着ててもこういう風にはならないじゃないですか。でもこういう日焼けの跡とか色の褪せ方が汚いと思う人もいれば、僕にはこれがすっげえ美しいというかアートに見えちゃうので、そういうことも踏まえてこれがかっこいいと思えば、デッドストックとか新品の綺麗な新品に近い状態のものよりも高くても僕はこっちに値段を出して買うようにしてるんで、はい、絶対狙ってはできないんですよね。狙ってやったら逆にインチキ臭いですよねダサくなっちゃうんで。加工でこういう日焼けもできますけどね。でもやっぱ絶対にこのかっこいい雰囲気にならないんで、それもやっぱり古着の良さじゃないですかね。